皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい、今日は何をお話しするかというと、さしすせそについてです。はい、さしすせそって何かわかりますか？ひらがなの作業のことでしょって思う人も多いと思うんですが、実は他の意味もあります。日本人なら、さしすせそねってピンとくる、すぐにわかる人も多いと思うんですが、実はこれは日本の代表的な調味料の頭文字、イニシャルですね、を取って覚えやすくしたものです。はい。今日はそのさしすせそを使って日本の調味料を紹介していきます。はい。では、まず、何だと思いますか？砂糖です。はい。日本の料理って聞くと、結構ね、ヘルシーって思う人が多いかなとは思うんですが、実はね、すごく砂糖がたくさん使われています。例えば、皆さんがよく知っている照り焼きソース。照り焼きソースにも砂糖はね、すごく使われています。あとは、例えば、代表的な料理である煮込み料理の魚を煮たり、お肉を煮たりするときも必ずと言っていいほど砂糖は使われています。はい。日本の食卓では、その甘じょっぱい、甘辛いっていう味付けがね、すごく多いんですよ。だから、気づかないうちに結構砂糖はね、取っています。はい。例えば、フレンチとかイタリアンのコースを食べたら、一番最後にデザートがついてきますよね。ケーキだったり、焼き菓子みたいなものだったりすると思うんですけど、日本の和食のコースの最後ってフルーツのことが多いんですよ。他のもののこともあるけど、基本的にはフルーツが多いですね。それはどうしてかっていうと、もともと日本食は砂糖をすごく使うので、デザートまで甘いものは、デザートまで砂糖を使ったお菓子を出すのはちょっと健康的じゃないからフルーツにしましょうって言うらしいです。はい。そういうふうに考えている人もいるみたいですね。はい。では次に、しは何でしょうか？はい。塩ですね。もうこれは説明がいらないと思うんですが、世界中の料理でね、塩は欠かせないですよね。日本でもお漬物をつけたり、焼き魚をね、作ったり、もう何にでも塩は使われています。はい。では次、す。はい、す、何でしょうか？そう、お酢です。お酢は、酸っぱい。はい、酸っぱいですよね。皆さんの国の料理には酸っぱい料理は多いですか？日本の料理は酸っぱい料理がね、すごく多いんですよ。はい。特に、有名なもので言うと、お寿司のご飯ですよね。シャリって言うんですけど、シャリは、お米と、お米から作ったお酢、米酢って呼ばれるお酢と混ぜて作っています。やっぱり日本はね、お米が有名なので、お米で作ったお酢っていうのをとてもよく使います。でも他にも例えば小麦から作ったお酢とかフルーツから作ったお酢とかもよく使いますね。はい。では次はさしすときてせ。せから始まる調味料なんてないぞって思いますよね。はい。
せは実は醤油です。しじゃんって思いますよね。はい。でも昔は醤油のことをせうゆっていう風に書いていたらしいです。なので、はい、せは醤油です。はい。醤油もね、もう日本人にとって、もうとっても大事なものですね。うん。なんか結構よく聞く話で、外国の人が日本の空港に降り立ったら、醤油の匂いがするとか言いますよね。うん。どうですか？感じたことはありますか？私はね、日本人だから空港に降り立って醤油の匂いがしたことはないですね。はい。前に一回、小豆島っていう、すごく醤油が有名な島があって、そこにね、行ったことがあります。で、そこで醤油蔵っていう、その醤油を作っている、工場みたいなところ、工場っていうか昔ながらの作り方で醤油を作っている場所を見学したことがあります。そこでは、もうでっかい木の樽、説明が難しいんですけど、木を使ったすごく大きな入れ物に大豆を入れて、お塩を入れて、で、熟成させていって醤油を作る過程を見せてもらいました。その小豆島ではいくつかそうやって昔ながらの作り方でお醤油を作っている場所がね、あるんですけど、もうだんだん日本でもそういう作り方で作っているところは少ないみたいですね。だからね、そういう伝統的な作り方を見ることができて、とってもいい体験でした。で、そこでいろんな醤油を味見させてもらって、なんか醤油って一言で言っても、いろんな種類があるんですよね。例えば、ちょっと塩気が強い、しょっぱい醤油とか、もうちょっとマイルドな柔らかい味の醤油とか、なんか透明な醤油もありました。ちょっとどうやって作るのかわかんないけど。とかね、すごい面白くて。そこではソフトクリームに醤油をかけて食べさせてくれました。これがね、意外と美味しい。意外と美味しくて、なんか楽しかったですね。はい。だから、皆さんもね、日本に来てスーパーに行ったら、たくさんの種類の醤油を見ると思うんですけど、実はもうそのスーパーに並んでる以外にも、もう何百といろんな種類の醤油がいろんな県で作られています。ぜひそういう醤油もね、お土産として買ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。では最後、さしすせそ。はい。そは何でしょうか？味噌です。味じゃないんだよって。味じゃないのかって思った人もいると思うんですけど、はい、味噌です。味噌もね、大豆で作られていますよね。はい。味噌は、確か、醤油の前の段階だったかな。醤油の後の段階だったかな。なんかどっちか忘れたんですけど、なんかその同じ工程の中で取れるみたいですね。はい。これも、お味噌もね、もう本当にたくさんの種類があって、日本の味噌汁を作ったり、なんかお味噌の味噌ラーメンを作ったり、もういろんなね、料理を作るのに欠かせない調味料ですね。はい。で、実はこのさしすせそは、その調味料をただ並べているだけではなくて、この順番で料理に入れていくと美味しくなるっていう順番らしいです。例えば煮物を作るときにいきなり醤油とか味噌
とかを入れるのではなくて、最初に砂糖を入れることで、だんだんね、味が染みやすくなる。味が入り込みやすくなるそうです。で、最後に味噌が来ているのは、味噌はね、火にかけすぎると香りが飛んでしまうので、一番最後に入れて、あんまりね、火を通しすぎない方がいいって言われています。はい。だから日本食がもし好きで練習したいとか作ってみたいって思う人がいたら、まずはぜひさしすせそを揃えて、この順番で入れていって、作ってみてはいかがでしょうか。はい。では今日は調味料のさしすせそについて話をしました。皆さん面白いと思ってくれていたら嬉しいです。ではこの動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。